お勉強に行こうと思います。人の畑ってすごく新鮮。うわー、大きい。じゃーん。こちらがですね、収穫期になります。だいぶね、時間かかっちゃったかも。今年の冬は旅はちょっと一旦我慢してトレーラー作りに時間を費やそうと思ってます。なのでちょっとね、旅行の動画はお休みということで、今年最後の野菜セットを販売します。今日はね、これからお勉強に行こうと思います。ちょうど今の時期、10月上旬から中旬頃はさつまいもの収穫時期になります。実はね、今年うちもさつまいもの栽培をしていて、初めてね、ハウスの中でマルチを張らずに、植え付けを行ったんですけど、今回はお勉強しにお友達の農家さんもさつまいもをやっているので、実際にね、どんな感じかを見に行こうと思います。皆さんこんにちは、さおりです。今回は芽室町に向かっています。ここ最近は北海道でもさつまいもが育つくらい気温が暖かくなってきています。特に芽室町ではさつまいもを栽培している農家さんが多いイメージがあります。さつまいもって傷つきやすかったり、掘りにくかったり、私も自分の農場で育てて他の農家さんの収穫を手伝ったりもしたことあるんですが、結構苦戦したなというイメージです。でも今回お邪魔する農家さんは、掘るところからコンテナに入れるところまで全部機械に乗ったまま行えるそうなので、楽しみにしていきたいと思います。はい、ということで到着しました。こちらが今回お邪魔するさつまいも畑です。今ね、ちょうど収穫を行っています。わ、結構風が強いですね、今日は。めちゃくちゃ綺麗、景色が。ちなみに今回お邪魔している農家さんのさつまいもの作付け面積は2ヘクタールだそうです。結構芽室の方ではさつまいもの栽培を行っている人多くてですね、2ヘクタールっていうのも他の農家さんで聞いたことがあります。私はね、去年 0.1 ヘクタールもないくらいの栽培だったんですけど、もう収穫が大変で結局2日はかかってましたね。なのでこれだけの面積をね、収穫できるのは本当にすごいです。そして収穫したものがこちらですね。さらにね、この上に5機あります。これは今日の分なのかな。すごい量です。豊富に大量。これはその中でもいいものなんですかね。すごい立派なさつまいもがコンテナ3つ分。めちゃくちゃ綺麗。もうね、すでにつるを飛ばしてあるので畑がすごくすっきりしてます。で、だいぶね、収穫も進んでいるそうで、あと3日ほどで終わるみたいです。なんか人の畑ってすごく新鮮。せっかくなので手掘りで掘ってみようと思います。じゃがいもの場合は結構ですね、すぐこう引っこ抜けるんですけど、さつまいもってかなりこう深くの方にねなってて、手掘りが結構難しくて、もう本当に穴掘ってるって感じで、すごい深くまで掘ったらやっと出てくるっていう私のイメージなんですけど、ちょっとどんな感じなんでしょうか。だいぶ深くまで埋まってるんじゃないかな。うちではデガーという機械を使ってさつまいもを収穫していました。土の中からさつまいもを掘り上げてくれるんですけど、最終的には地面に落ちるので土に隠れてしまったり、
それを拾い上げてコンテナに詰め替えたりするので、結構時間がかかっていました。やっぱ深いかも。手掘りをするとですね、傷つきやすいんですよね、本当に。なので周りをそーっと今こんな感じです。ここが畝の一番上なんで結構深いでしょ。これでもまだ奥まで刺さってます。結構大きいですよ。すごいぞ。じゃーん、1個取れた。すごいいい色、本当にいい色。わあ、大きい。いやー、見えるかな。めちゃくちゃ大きいの取れた。すごいの取れた。見える。こんな感じかな。あとはちっちゃめかなと思います。なんかちょうどいいサイズというかね、あんまりこう爆弾みたいに大きいのも困るじゃないですかね。しかも色も綺麗鮮やかで、ただね、これをやっぱり手掘りするってなるとすごくね大変だし、掘るのも大変だし、傷をつかないようにするっていうのはすごいシビアですね。ちょっと実際にやってみて改めて実感しました。はい、ということでこちらがですね収穫機になります。さつまいもは一畝ずつ収穫していきます。まず掘り取り口を土の深いところまで差し込み、土ごとコンベヤーで持ち上げていきます。そうすると土と一緒にさつまいもが上がってきます。この収穫機は人が座ったままさつまいもを拾える仕組みになっています。コンベヤーの後ろの方、土がだいぶ振り落とされたタイミングでさつまいもを拾い上げます。さらに機械の両側にはハーフコンテナを置けるようになっていて、拾ったさつまいもはそのままコンテナに入れていくという流れになっています。収穫機のそばまでやってきました。具体的にはね、こう真ん中に、こう土の中から掘り下げれる、出側と同じようなねものがついていて、機械にね、人が乗れるようになっています。なのでこう掘り上げたものをまずは収穫する人で、さらに今度ハーフコンテナにこう今度はねつるを取って入れる人っていうね感じで分かれて収穫を行ってます。もうここ1往復するだけでハーフコンテナ2機いっぱいいっぱいになるくらいさつまいもの量があるみたいです。やっぱりね、うちがやってた方法で出側で掘り上げるだけだとどうしても腰を曲げてこうねさつまいもを取らなきゃいけないし、コンテナに入れてそれもね手で運んだりとかそういう風にやってたので、かなりいいんじゃないかなっていう風に思います。
それじゃあせっかくなので私も収穫機に乗せていただこうと思います。ちょっと収穫作業体験してみましょう。拾い上げたさつまいもをコンテナに移動していきます。収穫のスピードはかなりゆっくりで、私が見学した時は時速 0.5km、4人で収穫を行っていました。じゃがいもの収穫と比べるとかなりゆっくりしたスピードです。でも実際に乗ってみると、さつまいもはつるがしっかりつながっているので、芋をコンテナに運ぶだけではなくて、つるから外す作業も必要なんです。なのでゆっくり進みながら一つ一つ丁寧に収穫していきます。はい、今ねコンテナを入れ替えました。リセット。一往復する頃には両側のハーフコンテナがもういっぱいになります。いっぱいになったらコンテナを入れ替えて、また同じように収穫作業を繰り返していきます。先ほどのねさつまいも畑から移動してこう農場にあるねハウスにやってきました。というのもさつまいもを収穫した後はキュアリングという作業を行います。でね、このハウスでキュアリング作業を行うようです。このねハウスの中にこうちっちゃいねハウスがあって、今ねまだ準備している段階みたいなんですけど、こんな感じでね、おーすごい、なんか苗を売ってる場所みたい。こんな感じで綺麗なさつまいもがいっぱいあります。キュアリング作業というのは、収穫でついた小さな傷を直して、さつまいもを長持ちさせるための工程で、高温・高湿度の環境で数日間置くことで、皮が強くなり甘さも増していきます。なので収穫がすべて終わってからハウスの中に水をまいて湿度を上げ、ジェットヒーターで温度を上げるそうです。皆さんにお知らせです。今年最後の野菜セットを販売します。先ほど私が動画で収穫していたさつまいも、紅はるかとじゃがいも、メークイン、そしてかぼちゃ、栗将軍、こちらの3つをセットにしました。そしてこの私の後ろに見える糖味と言われるね小豆をきれいにする機械なんですけど、こちらで小豆をきれいにして袋詰めしたものをかぼちゃとセットにして販売もしております。概要欄の方にホームページとメルカリショップの URL を貼っておきますので、そちらからチェックしてみてください。よろしくお願いします。農作業の最後といえば洗車ではないでしょうか。ということで今日は3つ洗います。今なんともう午後の1時半ということで、昨日もね外で作業してたんですけど2時にはね寒かった。なんで1時間ぐらいでねちゃちゃっと終わらせたいです。頑張ろう。こちらが洗車に使っているお湯にしてくれる機械です。なんと温度は80度。こう点火で洗浄、これでここから水が出ます。まずはこちらパワーハローです。ちょっとだいぶ今斜めってるんですけどとてもお世話になっているパワーハローさん、
お願いします。ストーンピッカーや収穫機など早い時期に使い終わった機械はその都度洗っていました。そのため今洗う必要がある機械は3台だけです。もし溜めてしまうと最後に一気に何台も洗うことになって大変なので、こまめに洗うようにしています。パワーハローが終わりました。ということで次はサブソーラーを洗います。だいぶね時間かかっちゃったかも。今2時17分。だってもう寒いもん。使いたてほやほやのサブソイラー。ラストチゼル頑張ります。もうどの機械もこういうところになんだかいろいろ絡まってますね。芋のね茎とかね、だいたいそういうもん。 OK。 洗車終了。なんとか3時前くらいに終わりました。めちゃくちゃ汚れた。もう帰って洗濯ですね。寒いんで、とりあえずねこの機械たちをしまって終わります。12月になってなんと十勝でも雪が降りました。イエーイ。真っ白。そんなに大量に降ったわけじゃないんですけど、まあさらっと降りました。すごく綺麗です。今年は日本を一周するんですかっていう質問を結構いただいてたりだとか、今年も旅を楽しんでくださいっていうメッセージをいただいてるんですけど、今年はですね日本一周しないです。残念ながら今年は日本一周をお休みします。でその理由として前回日本一周をしたんですけど、結構このトレーラーもガタが来ていて新しく作り直そうと思っています。なのでねだいぶ前になるんですけど、トレーラーの部分、下の部分を新しく購入しました。なので今年の冬は旅はちょっと一旦我慢してトレーラー作りに時間を費やそうと思ってます。なのでちょっとね旅行の
動画はお休みということで、道内でどこか行けたりしたらいいななんて思ってます。でもう機械も洗ってしまって、本当にこれで今年の農作業はおしまいです。はい、皆さん今年も見てくださってありがとうございました。冬の期間もちょこちょこ動画を上げると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。で途中でもお知らせしているんですけど、今年最後の野菜セット販売中です。もしよければ、概要欄の URL からチェックしてみてください。それでは皆さん、今年も農作業お疲れ様でした。バイバーイ。また会いましょう。